皆さんこんにちは。地図旅のお時間です。今日はこれから中国国際空港で韓国ソウルに向かいます。スターラ世界一周航空券の旅としては4フライト目。今回ももちろんビジネスクラスです。北京首都国際空港は深センと比べると少しコンサバなデザイン、天井も高くて抜けのある気持ちのいい空港ですね。この区間はルート調整区間、日程を考えるとここで移動しておいた方が良かったんだよね。この区間のお楽しみは初登場になる中国国際航空。とりあえずチェックインしてみましょう。なんか赤いね。チェックインができました。チケットは赤くない落ち着いたデザインでしたね。では出国していきましょう。国内線と国際線の入り口がすぐ横並びだ。で、あれはなんだ？フードコート的なやつかな？めっちゃキラキラしてる。北京というかバンコクっぽさもある。でも今日はビジネスクラスのラウンジが使えるからそっちに向かいましょう。出発ゲートがちょっと離れたところみたい。シャトルに乗って別ターミナルに向かいます。あんまり人はいない。サテライト側に到着しました。フライトは18時50分。あと3時間くらいあるので余裕は十分。エアチャイナはラウンジがファーストとビジネスで分かれてるんですね。あとスタバが3つもある。謎の空間。意外としっかりした空間でした。北京では結構歩いたのでまずはシャワーを浴びたいですね。それでは行ってみましょう。エレベーターで地下空間に案内されました。本当にここか？シャワールームに案内してもらいました。随分広々してますね。シャワーはレインとハンディがあります。シャンプー類も完備。アメニティもいろいろと用意されています。じゃあ利用させてもらいましょう。さっぱりしました。次はダイニングに行ってみましょう。ラウンジは広くて席もたくさんあります。あっちにご飯があるので行ってきましょう。温かいご飯がたくさん並んでいます。食の豊かさが垣間見えますね。マジでご飯の種類が多いね。どれも美味しそう。そばにはカフェテリアもあります。アイスとカフェラテをもらってきました。その場でスタッフがエスプレッソを落としてくれます。このライオンアイスでかいよね。上までみっちり入ってます。この後機内食もあるのでこれだけにしておきましょう。ではラウンジを出てゲートに向かいましょうかね。なんかこっちのターミナルは全体的に静かで人が少ないね。お店も閉まってるところばっかり。ゲートに到着。もう搭乗が始まってますね。今日乗るのは A321。1時間半前に到着した機体でまたすぐ出発します。ビジネスクラスのシートはこんな感じ。少し古さは感じますかね。ウェルカムドリンクはオレンジジュース。濃縮還元っぽいお味。温かいお手拭きももらいました。なんかすごい丁寧に接客してくれると思ったら、このフライトのビジネスクラス客は自分一人だけみたい。まあ2時間のフライトだからエコノミーでも全然余裕だよね。深センからのフライトで隣の人がずっと話してたのと比べるとすごく静かな機内。
誰もいない。安全のしおり。クラシカルなデザインだね。エアチャイナは全体的に落ち着いた雰囲気を感じます。シートはクラシカルというよりは古いって感じ。でもまあ2時間だしね。これもしかして灰皿ですかね。懐かしい。ブロックアウト、出発します。東京から鹿児島くらいと同じ距離感かな。そう思うと機内食も急いで食べないといけないかもしれません。東京ソウル間でも機内食は結構バタバタするもんね。それではショートフライトだけど楽しんでいきましょう。離陸していきます。あっという間の初中国でした。でも1ヶ月後にはまた来ることになるんですけどね。わずか1泊2日だけどスケール感を感じるには十分でした。30分くらいしてまずはドリンクのサービス。綺麗なデザインのナッツももらいました。そして間髪入れずに料理が運ばれてきます。なぜなら客は僕一人だから。辛そうなお肉と、これはドレッシングかな。サーモンの前菜。あとサラダとフルーツですね。匂いがもううまそうなんだよね。ではいただきましょう。もう食べちゃったけどサーモンも美味しかったです。さらにデザートももらいました。パンダがいる。エアチャイナのアニバーサリーらしいです。何のアニバーサリーなのかは聞きそびれてしまった。ごちそうさまでした。客が自分だけなのでめちゃくちゃスムーズな提供でしたね。では到着まで少しのんびりしましょう。機内 Wi-Fi がなかったから暇かなと思ったけど、そんな時間もなく到着です。もうすぐ着陸。インチョンのいつもの光景が見えてきました。巨大な島に道路と空港だけが明るく光っています。インチョンに着陸しました。時刻はもうすぐ21時半。今日の移動はここでおしまいでホテルに向かいます。貸し切り状態でとても快適なフライトでした。CA さんも手持ち無沙汰かいろいろ話しかけてくれました。ご覧の通りガラガラなビジネスクラス。これだと中華系エアラインっぽさはなかったですね。あちらには俺たちのチェジュ航空も。弾丸旅御用達のエアラインですよね。じゃあサクッと入国してホテルに向かいましょう。ターミナル1に到着しましたが人は全然いないですね。無事入国完了です。イミグレは意外と混んでてちょっと時間がかかりましたね。現在夜の10時。ウーバーで向かうのは常宿と化してきたネストホテルインチョン。ターミナル1からだといつもより近いね。インチョンはウーバー乗り場が近いからいいよね。ここでちょっと待ちます。ネストホテルインチョンはこれで3回目かな。春頃の JAL の JGC プレミアシップの時に使ってましたね。ホテルに到着しました。ただいま。こちらが今晩のお部屋。一番安い部屋を予約してたけどアップグレードしてくれたみたい。いつもの作りですが、こっちにミニバーとかスナックとか、真ん中にデスクとソファーがあって窓側にベッド。機能的な作りですよね。入国してから30分かからず部屋にたどり着きました。ベッドにはいつものロッテのチョコが置いてあります。タオル類やアメニティも豊富。寝るだけのホテルとしては十分すぎますね。空港そばのエアビーの宿の倍くらいの値段はします。
ってもそっちは以前使ったらかなりカビ臭くて辛かったので、精神の安定を求めてホテルを使っています。マリオットの宿泊実績稼ぎも兼ねてね。いいお部屋でした。冷蔵庫にもドリンクは入ってますが、当然有料。でもこのホテル1階にコンビニがあるので、そこで必要なものを買うのがおすすめです。ついここから飲みたくなっちゃうけどね。お水は無料のが入ってます。薄くてサクサク。外国人向けのオファー。テイストオブミョンドン。魅力的ではあるけど、この時間に食べるものではなさそうだ。今日は海側じゃなく陸側のお部屋でした。それじゃあ明日に備えてそろそろ寝ましょうかね。おやすみなさい。現在7時42分。おはようございます。今日は10時15分のフライトで出発なので、あと2時間半後ですね。あいにくの曇り空。では出発しましょう。このホテルは空港へのシャトルバスがあるんですけど、時間が合わなかったので帰りもウーバー。天気が良ければ少し外を散歩してもよかったんですけど、それはまた今度で。部屋以外の施設を未だに使ったことがない。空港に帰ってきました。今日はフライトが3本ある日です。この後乗るのは10時15分発のアシアナ航空での台北行き A380 に初めて乗ります。ですが今回の動画はここまで。次回は A380 で台北に向かいます。今回もご覧いただきましてありがとうございました。世界一周ビジネスクラス旅のアジア編はそろそろ大詰め。というわけで、それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。